はい、こんにちは、藤田恭です。今回は Jarvis AI を使って日本語の文章コンテンツを作るっていうところをお見せしたいと思います。この Jarvis AI というのは、いわゆる AI 人工知能の力を使って文章コンテンツを生成できるツールなんですね。例えばブログ記事とかセールスレターとかメールコピーといったあらゆるマーケティングコンテンツをこの Jarvis AI を使うことによって作ることができるんです。ご覧いただいたら分かる通り、このツールは英語です。英語ですが、実はこれ日本語のコンテンツも作ることができるんですよ。そこで実際に今回は Jarvis AI を使って日本語のコンテンツを自動生成するというところをお見せしたいと思います。実際どういうようなコンテンツが出来上がるのか、その品質であったりとか、どのくらい簡単にコンテンツが完成するのかってところをご覧いただきたいと思います。まず左のサイドバーからテンプレートを選びます。そうするとこのように、いろんな項目が出てきましたね。これは何かというと、あなたが作りたい文章によって選ぶことができるテンプレートです。例えば自己紹介文を作りたいのであればパーソナルバイオっていうのを使います。自己紹介ですね。あるいは会社をやっている方であれば会社の説明文、会社説明を作りたいんだったらカンパニーバイオとか、その他にもいろんな、テンプレートが存在しますよね。メールの件名だったりとか、あるいはブログの記事の SEO のメタデスクリプションとかタイトル、あとは YouTube に投稿している、YouTuber とかね、動画投稿者の方からすると YouTube の動画の説明文作るのって面倒くさいじゃないですか。その動画の説明文を作ったりとか、あるいは Google 広告の説明文、Facebook 広告の見出しだとか、いろんなものを作ることができるんですよね。あとはブログの記事と書きたい人だったら、こういったような、ブログの記事のアウトラインを作ったりすることもできますし、さっき出てきたこのロングフォームアシスタントを使うとより簡単にブログの記事を作ることができます。一回クリックするだけで簡単にですね、自動でブログの記事を作ったりすることができます。このようにあらゆるマーケティングのコンテンツを、Jarvis AI を使うと簡単に作ることができるんです。今回実際に、実際どういうようなコンテンツが出来上がるのか見ていただきたいと思います。じゃあ実際にですね、このテンプレートを使って文章コンテンツを作ってみたいと思います。今回は、AIDA フレームワークっていうのがありますね。これ使ってみます。これは、日本だとどういうものなのかっていうと AIDA の法則っていうふうに言われてます。AIDA の法則、これはコピーライティングを勉強されている方だったらご存知かもしれません。基本的なライティングの、フレームワークですよね。AIDA の法則とは消費者があるものを知り、それから買うという行動に至るまでのプロセス、アテンション、注意を引き、インタレスト、興味を持ち、デザイア、欲しくなり、アクション、行動する。要は、ライター視点で言うと、人が物を欲しくなるプロセスっていうのは、まず、商品に注意を持ってもらって、商品に興味を持ってもらって、商品を欲しくなってもらって商品を買ってもらうっていう行動、こういう流れが存在するっていうことなんです。で、このフレームワークに合わせて、文章を作ることで、売れるような、文章が出来上がるっていうことなんですけども、今回この AIDA フレームワーク、AIDA の法則で実際にどういうふうなコンテンツ、文章ができるのかをご覧いただきたいと思います。カンパニー、プロダクトネーム、ここ商品名を入力します。今回私の名前入力しておきました。じゃあ自分を売り込むっていうことで、プロダクトディスクリプション、これは、私も、商品名を入力するんですけど、今回自己紹介書いておきました。トーンオブボイス、これは生成される文章の口調を指定できます。今回空白にしておきますね。で、アウトプットされる文章の量、1つ2つ、選ぶことができます。じゃあ今回2つ作ってみましょうか。Generate AI コンテンツ。このボタンをクリックすると、私が入力をした情報をもとに文章が生成されます。どんな文章が生成されるのか、ちょっと見ていきたいと思います。一つはちょっと失敗してますね。こっち見てみましょう。あなたはマーケティングについて学んでいますか？私が教えることは個人事業主や経営者の方々がマーケティングを成功させるために必要な情報です。あなたも今日から始めて自分の商売を成長させましょう。マーケティングの真実を知り、マーケターとしてのスキルを身につけることができれば、あなたの収入は飛躍的に上昇します。ぜひ一緒に学んでください。アクション、藤井武の情報収集ページをクリックしてください。かなり自然な文章が出来上がりましたよね。自分を売り込むっていう感じで作った、文章なんですけども、十分機能する文章が出来上がりましたね。で、これを使って、少し編集するだけでもいいんじゃないかなと思うんですね。あなたはデジタルマーケティングについて学んでますか？の私の、サイトをクリックしてご覧ください。
ちょっと修正するだけでも、手直しするだけでも、もう十分自然な文章が出来上がるじゃないですか。このように Jarvis AI を使うと非常に自然な文章コンテンツ、日本語で作ることができるんです。これは本当に素晴らしいですよね。で、今見ていただいたら分かる通り、日本語のコンテンツも作れるっていうツールなんですよ。で、今回紹介した以外にもいろんなテンプレートがありますし、冒頭に述べた通りに、ブログの記事とか、セールスレターとか、あとは e コマースとかだったら、商品の説明文とか、いろんなものを作ることができるんで、これはぜひ一度お試しいただきたい。無料で5日間試すことができます。ということで今回は Jarvis AI で実際にどういうコンテンツが作るのかっていう紹介でした。ぜひお試しください。どうもありがとうございました。